皆さん、暑い中、いかがお過ごしですか？どうもごっちです。本日のお便り読みたいと思います。ラジオネーム、なし。英語を上達させる秘訣を教えてください。ありがとうございます。英語を上達させる秘訣。上達って一口に言っても結構幅があると思うんだよね。例えば、ゼロから英語で挨拶ができるようになるのと、ゼロから日常会話が楽しめるようになるだと、やっぱり勉強法とかも変わると思うので、今回はゼロから日常会話が楽しめるようになるっていうのを仮定で話したいと思います。この上達させる秘訣って自分的には2つあると思ってて、1つは中学英語の中1中2の範囲を完璧にする。マジでこれ大事。普段自分が配信で海外の方に返してる英語って全部謙遜抜きで中学英語レベルなんだよね。そもそもゲーム配信しながらのコメント読みって要点をまとめて簡潔にしなきゃいけないし、そもそも日常会話で必要な文法なんてネイティブの小学生レベルでいいわけよ。自分たちの日常会話のことを考えてもらったらわかると思うんだけど、日本でさ生活してる自分たちだって日常会話するときってさ、小学校の国語レベルの日本語じゃん。例えば今日何食べたとか、昨日のテレビ面白かったねみたいなさ、こういう日常会話って小学校レベルの文法が基礎になってて、そこから語彙だったりとか、学んだ言い回しとかだったりを付け加えてって成り立っているものじゃん。だからマジで中学英語レベルの英語さえ分かれば英語っていうのは話せます。自分は前に塾講師をやってたことがあったんだけど、改めて日本の英語のカリキュラムってすごいしっかりしてると感じたし、本当に日常会話で必要な文法って特に中1と中2でほぼ揃ってるんだよね。具体的に会話に必要な文法っていうのは B 動詞、一般動詞、助動詞っていうこの3つさえあれば自分が配信で話してるレベルの英語って全部話せてて、今日この解説は省くんだけど、もしこの B 動詞、一般動詞、助動詞っていうものについて解説動画とかあったら聞きたいなっていうのがあれば高評価をぜひください。高評価が15件以上あったらちゃんと解説動画を撮ります。マジで B 動詞、一般動詞、助動詞の解説は授業と同じになるから、さすがに対価がなきゃ動画が撮る気が起きないのと、あと需要が多分そんなにないと思うので、もしね聞きたい方がいたらね高評価をください。マジで B 動詞、一般動詞、助動詞さえあれば英語は話せます。あとチャンネル登録もお願いします。というわけで上達させる秘訣の一つ目っていうのは、中学英語の基礎を完璧にすること。これがわかんないまま英語表現を覚えても、例えるなら土台がないまま家を組み立ててるようなもんで、ここで急にこの表現をちょっと言い換えてみようとか、例えばその定型文じゃなくて自分の考えた言い回しで答えてみようみたいな、この応用ができなくなっちゃうんだよね。だからやっぱり中学1年生2年生の英語文法をちゃんとまずおさらいするっていうのが大事です。で、もちろんね、会話だけに絞ったら単語の羅列だけでも全然いいと思うんだよね。皆さんは世界の果てまでイッテ Q って番組知ってますか？あの番組の出川イングリッシュっていうコーナーめちゃくちゃ昔好きで、あのコーナーは出川さんっていうお笑い芸人がめちゃくちゃな英語を使いながら目的地までたどり着けるかっていうことを映してる、バラエティのコーナーだったんだけど、あれ本当に自分は尊敬してて、コミュニケーションの本質って自分の気持ちを相手に伝えることが何よりも大事なわけで、それが本質だと思ってるから、極端な話、日本語すらもう言葉すら伝えなくてもジェスチャーとかで伝わったらそれでぶっちゃけいいと思うんだよね。だから会話だけに絞ったら全然英語の文法なんて必要ないと思うんだけど、今回はあくまで上達ということでちょっと真面目な回答ということで、中1中2の英文法を1からちゃんと完璧に抑える。これがマジで大事です。で、次の上達の秘訣2つ目は、英語をかっこいいと思わないこと。英語が話せることをかっこいいと思うとマジで勉強の阻害になると思う。これは自分自身の経験もそうだし、塾講師を通じて見たことでもあるんだけど、英語で話すことをかっこいいと思うと
英語恥ずかしいと思っちゃうんだよね。自分の場合は幼少期にアメリカにいて、小3の終わりぐらいに日本に帰ってきて、で、日本の小学校で英語の授業があったんだよね。で、その時はもちろん周りよりもさ、喋れてるから、英語の授業のために発音をかっこいいかっこいいって言われるのがめちゃくちゃ恥ずかしくて、英語の授業がマジで嫌いだったんだよね。自分からしたら教科書の例文読んでるだけなのになんでかっこいいんだよって思ったし、逆に周りのクラスメートの声がめっちゃ小さいのも気になったんだよね。自分はさ、そもそもさ、滑舌そんな良くないじゃん。滑舌悪い部類じゃん。小学校の頃はもっと滑舌悪かったから、全然発音なんてかっこよくなかったと思うんだよね。客観的に見たら。ただ、周りのクラスメートの声が小さいから、相対的にうまく聞こえてたっていうのが、なんかその正体だと思うんだけど、マジでみんな恥ずかしがってて、英語なんてこんなんじゃ身につかないよなっていうのは、正直今振り返るとめちゃくちゃ思ってる。で、こんな感じの風潮っていうのは日本生活を通じてやっぱり感じたっていうのもあるし、普通の授業の中で英語を普通に使うってことがかなり恥ずかしさが勝っちゃうっていうところがやっぱり英語に抵抗があるってことの正体だと思うんだよね。で、やっぱり塾講師で英語の授業とかやってた時も、自分は極力発音をさせてたんだけど、やっぱりね、みんな声ちっちゃいわけよ。逆に、英語が得意な子っていうのは、ちゃんと大声で、発音的に見たら、いわゆる日本英語って感じの発音なんだけど、マジで、英語が得意な子っていうのは、ちゃんと大声で話してた。だから、まず、英語をかっこいいと思わないところから始めた方がいいと思う。英語に限らず、言語っていうのは、日本語もそうなんだけど、普通のさ、人が、普通に日常で使うものじゃん。日本で日本人が日本語を使うように、アメリカではアメリカ人が英語で話してるわけよ。イギリスではイギリス人が話してるわけよ。それと全部同じなのよ。だから、どの言語にも優劣なんてものはなくて、言っちゃえば全部生まれたところの違いでしかないんだよね。もう同じ人間が普通に話してるものっていうのが、英語に限らず言語なわけだから、話せたらかっこいいよねっていう考え方。これっていうのは本当に自分の考え的には阻害になると思う。かっこいいとか話せたらすごいとか、あと上手くなきゃいけないとかね。そういうことを考えちゃう人っていうのはやっぱり身につかないと思うんだよね。なんかそのさ、見せびらかすための英語っていうのは、それはコミュニケーションにつながんないと自分は思ってて、これは何にでも言えることなんだけど、できたらかっこいいって思うことって、言い換えれば、できなかったらかっこ悪いにつながっちゃうんだよね。だからやっぱり英語の授業とかでも発音がうまくできないから恥ずかしいになっちゃうわけだし、この人英語喋れてかっこいいって気持ちっていうのは自分は英語話せなくて恥ずかしいにつながっちゃうと思うから、英語にしよう何にせよもうただの言語だから、ただの日常会話で使う言葉だから、もうね、憧れない方がいい。まとめると英語をかっこいいと思うなっていうのは、要するに言語はただの言語です。何を伝えたいかっていう気持ちの方が大事。日本語も英語も根底にあるのは自分の考えたことを話すっていうコミュニケーションツールとしての役割を果たしてるだけなんだっていう考え方が大事だと思う。だからまず言葉のそういう心の中のバリアを剥がすっていうのがいいなと思います。ということで、この質問への回答。英語を上達させる秘訣は、一つは中学文法、特に中1と中2の範囲っていうのをしっかりと勉強し直せば OK。で、もう一つ、英語をかっこいいと思うなですね。英語が話せない自分がかっこ悪いっていうネガティブな感情になっちゃうし、かっこいい言い回しだったりとか、上っ面の他の人に見せたい、他の人にかっこよく見せたいってだけのところが先行して、ちゃんとわかりやすい言葉で相手に伝わる、日常会話として正しいあり方の英語っていうのが身につかなくなるから、かっこいいと思わないでほしいっていうのが秘訣の2つ目です。以上、この動画はここで終わります。さっきも言いましたが、一般動詞、B 動詞、助動詞さえ分かればなんとかなるっていうのは、これマジなので、もしそれが聞きたい人がいたら、ちゃんと高評価をね、お願いします。高評価15件いったら、必ず動画を上げます。これは約束します。ということで、終わります。アリーベデルチ、バイバイです。